5月29日、連合艦隊山本司令長官率いる主力部隊は、南雲中将率いる第一機動部隊の後方約560キロをミッドウェー島に進撃していた。5月30日、主力部隊は米潜水艦の緊急電を傍受。艦隊の進路が察知された。連合艦隊司令部では、これで獲物が増えると楽観的で、南雲部隊のミッドウェー基地空襲に変更を加えなかった。6月3日早朝と翌4日、アリューシャン攻略第2機動部隊龍城の攻撃隊がダッチハーバーの米海軍基地を空襲。基地内外に大きな被害を与えた。6月3日午後、南雲部隊後方の大和は、ミッドウェート付近で敵空母らしい呼び出し符号を傍受した。山本長官は直ちに南雲部隊に通報するよう参謀に伝えた。黒島亀と首席参謀は、南雲部隊も傍受した可能性を考え、無線封止を優先した。しかし、南雲部隊は傍受しておらず、米機動部隊はハワイにいるという連合艦隊の敵情判断に従って作戦を続けた。南雲司令部は敵艦隊の出現を考慮していないため、投入した索敵機の数は少なかった。6月4日午後1時、第2水雷戦隊護衛のミッドウェート占領部隊を乗せた輸送船が空襲を受ける。命中弾はなかったが、近海の本隊存在が察知されたと考えた。6月5日午前1時30分、南雲機動部隊はミッドウェーの北西380キロに到着。米機動部隊の周辺海域における活動を推定せずという方針のもと、飛龍飛行隊長友永丈一大尉指揮するミッドウェー空襲隊108機を発進させた。午前3時16分、友永隊は空襲を予期し待ち伏せしていた米軍機の奇襲を受けた。先頭の友永隊長機は左翼主タンクを射抜かれ、空襲隊多数が被弾した。直ちに護衛ゼロ戦隊が逆襲、戦闘機同士の制空戦となった。約15分の空中戦でゼロ戦隊はバッファロー戦闘機20機中13機撃墜、ワイルドキャット戦闘機6機中2機撃墜、敵を圧倒した。戦域を離脱したバッファロー5機、ワイルドキャット2機は使用不能となった。米軍の妨害を排除した日本攻撃隊は午前3時30分から午前4時10分、空襲を実施した。重油タンクや水蒸気格納庫、戦闘式場、発電所、一部の対空砲台を破壊し、基地施設に打撃を与えたが、滑走路を使用不能にできなかった。攻撃隊は破壊・撃墜41機、9機に損害を与えた。友永隊は関空5機、艦爆1機、ゼロ戦2機を失い、多くの機体が損傷した。午前4時、友永隊は南雲機動部隊に対し、川を打電。第一次攻撃は
不十分であることを伝えた。同じ時刻、南雲機動部隊は度重なる米攻撃機の襲撃を受けていた。直接援護のゼロ戦10機はアベンジャー6機中5機撃墜、 B262 機を撃墜、その他敵機に損傷を与えた。直縁の奮闘と操戦で攻撃をすべて回避した。友永大尉の報告を受け、南雲司令部は午前4時15分、待機中の攻撃隊に第2次攻撃、本日実施、待機攻撃隊爆走に変えの通達を出した。飛行甲板は弾薬・燃料の補給を繰り返す直縁隊のため開けておき、艦爆・艦砲の兵装転換作業は各空母・格納庫で行われた。午前4時28分、南雲司令部は利根4号偵察機より敵らしきもの10隻見ゆ、ミッドウェーより方位10度450キロの報告が入る。第二航空戦隊司令官山口少将は、本朝来種々の敵機来襲に鑑み、敵機動部隊出撃の際あり考慮せられたし、と信号文を南雲司令部に送った。午前4時45分、魚雷から陸用爆弾への兵装転換を一時中断。赤城参謀長草加少将は、偵察機に敵らしきでは不十分であり、艦首知らせと指示。午前4時53分、戦艦霧島から敵機発見の煙幕が上った。空母飛龍と蒼龍は16機の米爆撃機から攻撃を受けた。直縁ゼロ戦隊は6機を撃墜、対空射撃で2機撃墜、攻撃はすべて回避した。午前5時、友永隊はミッドウェー攻撃から戻ると、母艦空母は敵機と応戦中で上空待機を余儀なくされた。午前5時10分、赤城、蒼龍、飛龍は17機の B17 による爆撃を受けるも、直縁の活躍と回避行動で損害はなかった。続いて戦艦春名が爆撃機11機の空襲を受けた。直縁機が1機撃墜、春名は無傷だった。午前5時20分、利根4号偵察機から敵兵力は巡洋艦5隻、駆逐艦5隻。午前5時30分、敵は後方に空母らしきものを1隻伴う。ミッドウェートより方位8度460キロと打電が入った。南雲司令部はさらなる情報収集のため、空母蒼龍に2機配備されていた試作高速偵察機13式艦爆を投入した。第二航空戦隊を率いる山口少将は、一国を争う状況と判断。南雲長官に現装備のまますぐに攻撃隊を発進させるように進言。雷装が完了するまで出撃を引き延ばさないよう促した。南雲司令部は偵察機の報告では、米機動部隊はまだ遠く、爆走待機中だった飛龍、蒼龍は爆走を短時間で行える。上空の友永隊は燃料が尽きかけ、待たせることはできないなどを理由に、攻撃を受ける前に兵装転換を行えると判断、山口少将の進言を却下した。第1、第2航空戦隊の雷装変更発進予定時刻は午前7時半から午前8時で、この予定は山口少将の進言から2時間も先であった。
午前5時37分、友永隊の収容を開始。午前5時45分、利根4号機からさらに巡洋艦らしきもの2隻を見る。午前5時55分、敵攻撃機10機機砲に向かうの報告が入る。後方の戦艦大和で南雲機動部隊からの電報を受信した連合艦隊司令部は、米機動部隊の出現に慌てなかった。山本長官は黒島参謀にすぐやれと言わんでもよいかと尋ねた。黒島参謀は半数を米空母攻撃に備えよと厳しく指導してあるので言わなくても良いと思いますと答え、連合艦隊司令部からは何も発信しなかった。司令部の雰囲気はまずは敵空母を葬り、残敵をいかに処分すべきかと楽観的だった。赤城では第一次攻撃隊の収容が終わると、97艦砲の来装作業が開始された。午前6時20分、護衛機を伴わず飛来した米艦上攻撃機15機の攻撃を受ける。南雲機動部隊の直縁機は18機に減少していたが、直ちに8機が迎撃。米攻撃機1機が蒼龍に魚雷投下し、甲板上を通過した。直後にゼロ戦が撃墜。蒼龍は魚雷回避に成功した。護衛ゼロ戦隊は全機撃墜した。午前6時37分、利根4号機から燃料不足のため帰投すると連絡が入る。司令は午前7時まで接触を維持することを命じたが、我できずとの返答を受け、帰還を許可した。蒼龍の13士艦爆は、索敵戦場に米艦隊を発見できなかった。利根4号機の報告は100キロ以上ずれていた。午前6時50分、第一次攻撃隊収容直後、護衛のない米艦上攻撃機14機が加賀に攻撃開始。直縁隊は9機を撃墜、2機に大きな損傷を与えた。ゼロ戦1機撃墜されるも、加賀に命中弾はなかった。午前7時10分、戦闘中の3空母より突出した飛龍は、左右から6機ずつ雷撃隊12機の攻撃を受ける。魚雷5本が発射され、すべて回避した。ゼロ戦隊15機が雷撃隊に襲いかかった。ジョン・サッチ少佐指揮の護衛戦闘機6機と戦いながら雷撃隊10機を撃墜した。しかし、サッチ少佐の発案した対ゼロ戦対空戦術サッチウィーブで敵戦闘機撃墜1に対しゼロ戦5機が撃墜された。直縁ゼロ戦が戦闘をしていた低空域のさらに情報では、空母ヨークタウン艦爆隊17機、エンタープライズ艦爆隊30機が南雲機動部隊の上空に達していた。両艦爆隊は一斉に襲いかかった。午前7時24分、加賀見張員は低空域の米雷撃機や直縁機の戦闘に目を奪われ、高高度の敵機発見が遅れた。敵急降下の報告も対空砲火は間に合わず、至近弾に続き飛行甲板後部に4発が命中。燃料車の爆発で艦橋が破壊され、岡田艦長以下幕僚が戦死した。午前7時25分、蒼龍は
敵艦爆隊17機の攻撃を受けた。数機の爆弾回避後、機銃掃射を受け、続く艦爆隊から3発の命中弾を受けた。1発が総流全部エレベーターに着弾。大爆発を起こし、甲板の2本機が空中に跳ね飛ばされた。午前7時26分、機関赤城では直縁のゼロ戦が再度の補給を受け、再び護衛に赴くところだった。ゼロ戦1機の発艦直後、敵艦爆隊の攻撃が始まった。1発目は左舷艦首約10メートルに外れ、続いて試金弾。次の1発が飛行甲板3番リフト前方に着弾。離陸直前のゼロ戦が逆立ちになり炎上。格納庫では兵装転換作業中の爆弾、魚雷、航空機燃料に次々誘爆。大火災となった。南雲司令部は軽巡洋艦ながらで指揮を執るべく赤城を離れた。上空のゼロ戦隊は17機中14機を撃墜したが、赤城への着艦は不可能となった。午前7時45分、3発の被弾から20分後の総流。艦長柳本龍作大佐は爆発・火災の状況から総員退去を発令。自らは退艦を潔しとせず艦橋に残った。午前7時50分、飛龍は3空母から離れスコールの下にあり、来襲した敵機も少なく無傷だった。第二航空戦隊司令官山口少将は、敵艦載機の数から空母は2隻、攻撃を終えた敵機は母艦に収容される。今こそ絶好の好機で、飛龍だけで十分戦える。戦機逃すべからずと命令を待たず行動を開始。今帝国の栄光はひとえに飛龍にかかっていると飛龍乗員を鼓舞し、前期今より発進、敵空母を撃滅せんとすと全部隊に決意を示し、士気高揚を図った。来装中の艦砲と通常爆弾と陸用爆弾装備中の艦爆、これに直縁を加え、第1波攻撃隊を編成した。第8戦隊司令官安倍少将は、第1航空戦隊次席指揮官として南雲司令部に代わり指揮を執っていたが、山口少将の独断を追認した。午前7時58分、連合艦隊司令部は、飛龍と主力艦隊が協力すれば敵を撃滅できると判断。戦闘海域へ急行し、反撃準備を急いだ。午前8時、飛龍の反撃準備は整った。第1波攻撃隊は3空母の敵討ちに闘志を燃やし、敵艦目指し飛び立っていった。